皆さんこんにちは、オッキーです。ニューヨークでは2月1日に5年ぶりとなる記録的な大雪が降りました。不要な外出は控えるようにとニューヨーク市長からのお達しも出たほどです。外の景色を撮影しに行こうかなと思ったけど、雪は降り続いてかなり積もっていたのでやめました。アパートメントの階段が雪に埋もれかけてしまっています。翌日は雪も止み、2月4日の木曜日は晴れてとても気持ちのいい日となりました。さて、本題に入りますが、皆さんはアメリカのお菓子を作ってみようとレシピを見て、なんだこの分量はと思ったことはありませんか？そう、実はアメリカンベーキングでは一般的にグラムやミリリットルではなく、カップやスプーンを計量の単位として使います。今日はそのカップについて詳しくお話しします。計量カップといっても日本で使われている 200ml 容量のものではありません。ガラスのコップでもなければマグカップでもありません。料理やベーキングには専用のメジャリングカップを使うのです。今日は私の持っている2種類のカップを使ってご説明します。多くの場合、メジャリングカップは1カップ、1/2分の1カップ、1/3分の1カップ、1/4分の1カップの4個がセットになって販売されています。プラスチック製のものもあれば、陶器でできているもの、木製のもの、金属でも銅を使ったものなどいろいろあります。中にはこんな面白い形をしたものも、こんなのもあります。いずれにしてもカップの分量には注意が必要です。アメリカの1カップは容量8オンス、約 237ml です。約大さじ16に相当します。大切なのはこの1カップは 237ml という数字。では私の持っているクイジプロブランドのカップを見てみましょう。1カップの容量はあれ 236ml?237 って言ってたのに少しずれてますね。このクイジプロのカップセットは1カップ 236ml、ハーフカップ 118ml、3分の1カップ 79ml、4分の1カップ 59ml となっています。ではもう一つのスーラターブルのカップはどうでしょう。カップの容量はあれ 240ml?237ml からだいぶずれてますね。このスーラターブルのカップセットは1カップが 240ml、ハーフカップ 120ml、3分の1カップ 80ml、4分の1カップ 60ml になっています。切りがよく分かりやすい数字といえばそうですが、1カップ 237ml のはずなのに、これってどういうことなんでしょう。実は街で売られているカップの多くはこんな感じです。236でも240でも、まあそれぐらいの小さな差は大したことないっていう大雑把なというかおおらかな感じがアメリカっぽいのかなと私は勝手に解釈しています。お菓子作りの作業中にちょっと粉がこぼれちゃったとか、ヘラにくっついてたとか、それぐらいの誤差はどうやったって生まれるものだし、こだわりすぎずにお菓子作りを楽しめばいいのかなと思っています。ではクイジプロの計量カップをもう少し詳しく見ていきましょう。こちらはしっかりと厚手のステンレス製、重さはありますが、重くて硬いブラウンシュガーなどをすくっても取っ手が曲がったりする心配もありません。楕円形の形も小さい容器や袋の中から材料をすくい出すのに適しています。とても質の良いカップですが、ちょっと残念な点も2つほどあります。1つ目は粉を測るときにこの取っ手との継ぎ目に粉が入ってしまうこと。そして2つ目はこの4分の1カップ、実は取っ手が長く重いので空で置いた時にこうやって傾いてしまいます。それではもう一つのスーラターブルのカップも見ていきましょう。こちらは 240ml と正確性には微妙に欠けるものの、私の一番のお気に入りでもあります。なぜならば取っ手との継ぎ目のない一体型成形、すり切る時も上の面が真っ平らで引っかかることがありません。洗いやすいというのも嬉しいですね。材質も厚手のステンレス製、そして4分の1カップもこうして傾かずに置けます。さらには底が平らで縁が少しだけ丸みを帯びているので、パイ生地やタルト生地を焼き型に沿わせる時などにもとても使いやすいのです。では
実際に粉を測ってみましょう。これは私がすり切り専用に使っているステンレスの定規。まずはお気に入りのスーラターブルのカップでスクープ&スクレープという方法を使います。容器の中で粉をよく攪拌して空気を含ませます。カップ計量の誤差を少なくするためにもこの手順は必要です。カップでぐっとすくって押し込まないようにしてさっとすり切ります。あっという間に計量が終わります。続いてクイジプロのカップも使ってみましょう。よく混ぜて空気を含ませ、カップですくって押し込まないようにしてすり切ります。このカップ、先ほど言ったようにどうしてもここに粉が挟まってしまうんですよね。惜しいな。次はスプーンですくってすり切るスプーンイン&スクレープという方法で測ります。粉の容器が小さい時や残り少ない時、袋から測りたい時などはこの方法が使えます。スプーンですくって粉をカップに入れていきます。十分に入れたらさっとすり切ります。いずれの場合も粉を押し込まないようにすることが大切です。今回は主に粉類の計量に使うカップをご紹介しましたが、実は液体の計量にはこんなガラスのメジャーカップを使います。私はサイズ違いで4つ持っています。これもとても便利な道具なので、また違う動画で詳しくご紹介します。4つもあるとしまう場所に困りそうですが、重ねてしまえば意外とコンパクトでそれほど場所を取りません。雪が止んで2日後のニューヨーク、とてもいいお天気になりました。まだ外は気温4度と寒かったのですが、公園ではこの日差しを楽しむ人の姿もたくさん見かけました。この雪も明日の雨で少し溶けるかもしれません。足元の雪がシナモン色なのは凍結防止用に巻いてある塩がこんな色だから。うちの近くの歩道ではピンクや紫などのカラフルな塩も見かけました。雪で歩道が狭くなっているところを譲り合って歩くニューヨーカーとたくさんすれ違いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。